考えすぎている時って起きていない未来を頭の中でもう起こっているものとして扱ってしまっている状態なんだと思います。小さな不安からああなったらどうしよう、こうなったらどうしようって気づいたら止まらなくなって、頭の中がネガティブな考えでいっぱいになって、もう考えたくないのにって押しつぶされるような気持ちになるみたいなことって皆さんありませんか？私がそうでした。なので考えすぎて苦しくなる感覚、すごく痛いほどよくわかります。今日はぐるぐる考えてしまう負のループから抜け出すためにやった方法をシェアしてみようと思います。皆さんこんにちは、マロです。このチャンネルを訪れてくださってありがとうございます。このチャンネルでは26歳の私が日々の中で感じたモヤモヤや立ち止まりながら考えていることをぼそっとつぶやいていきます。私も左右を片手に話していくので、皆さんもラジオ感覚で聞いてもらえたら嬉しいです。それでは早速今日のテーマについて話していきましょう。私の場合、特に人間関係とか恋愛の場面で考えすぎてしまうっていうのが起こりやすくて、頭の中に浮かんだ不安がどんどん膨らんでいって、それが本当に起こることみたいに感じるんですよね。だから大丈夫だよって誰かに言ってもらえないとなかなか気持ちが落ち着かなくて、自分でもどうしてこんなにコントロールできないんだろうって苦しくなるんです。誰かに頼りたいけどどこまで頼っていいかわからないし、相手の負担になるよなーって。この状況って一人の時に起こるから孤独感すごくて、自分から抜け出せない負のループに沈んでいくんですよねでもある時、自分が持ってる不安をメモに書いてみたら気づいたんです。私たちが考えすぎている時って起こるかもしれない未来を頭の中でもう起こってるものとして扱ってしまっている状態なんだと思います。メモに書き出した私の不安を見ても、ああなったらどうしよう、こうなるかもしれないって未来のことを先読みして、そこから生まれた連想ゲームのように不安が不安を呼び、大きくなったものが多かったです。そういう不安はまだ自分の身には起こってないことなんですけど、いろんな怖い出来事や恐怖から身を守ろうと体が反応しているサインなのかなと思います。それに気づいてから連想ゲームみたいに広がっていく不安をストップさせるために、まずは頭の中で考え続けてしまうのをやめて、不安なことをノートとかに書き出すようにしてみました。で、頭の中でごちゃごちゃに絡み合ってた不安を外に出してみると、あれ、思ってたよりシンプルかもって少しだけ冷静に見れるようになるんです。その中の一つに対して、なんでこれって嫌だって感じるんだろう、どういう状態になることを心配してるんだろう、何から守ろうとしてくれてるんだろうって自分に聞きながらメモに書いてみるんですね。そうすると、ただなんとなく不安として見えてたものが、あ、これが怖かったんだって少しずつ形として見えてきます。最初は一生消えない不安が頭の中をぐるぐるしてて、自分はなんでこんなにも不安を生み出すのかって、想像力が豊かすぎるせいじゃないかって苦しい気持ちと戦っていたんですけど、書き出して文字にして見てみたときに、不安に思っていることがクリアになって、無限に広がっているように見えた不安が思ってたより小さかったことに気づきました。
自分はこういうのを怖がってて、そこからいろんな不安が生まれていったんだなって、少しずつメモを通じて整理できるようになっていきました。正直自分の気持ちを紙に書くっていうアクションを取るまでにすごく時間がかかって、すごく気が重かったです。もうすでにしんどい気持ちでいっぱいなのに、さらに向き合うなんて無理って思ってたし、書いたとしてどうせ何も変わらないって思ってました。でも、このまま不安と戦い続けるのも嫌だなと思って、葛藤しながらも、期待せずやってみた感じです。でも、実際にやってみると、思っていたよりスルスル言葉が出てきて、こんな考えから不安が生まれたんだって根底にあった不安が見えるようになったんです。ぐるぐる考えて、うわーって負のループにはまってしまった時は、何でもいいから、最初から完璧にやろうとしなくていいから、ちょっとでもいいから書き出してみると、不安が見えてきて、頭でぐるぐる考えてた時よりも、だいぶ気持ちが楽になります。あと、人って前に起こった怖い出来事がもう起こらないようにって守ってくれる機能があると思ってて、過去に怖い思いをした経験があると、それがもう起こらないようにって体は守ってくれてるから、同じようなことが起こりそうになった時に、そこに怖いっていう感覚を私たちに知らせることで不安が生まれてくるんじゃないかなって気がしています。で、それって同じことが起こる前提で考えているからその不安が生まれているので、私は気づいた時に同じことが必ず起こるわけじゃないよって自分に伝えるようにしています。他にも悪いことが起こる可能性があるならいいことが起こる可能性もあるよなって考えてみたり、考えすぎのループから抜け出すきっかけを作るようにしています。特にぐる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 考えてしまってる時って自分の頭の中と向き合うので精一杯なので、自分を客観的に見るとか結構しんどいというか難しいじゃないですか。なのでこういうちっちゃい簡単なこういうメモとかでもいいから机に貼っといて、自分が冷静になれる言葉をメモに書いとくとか、きっかけを作るようにしています。考えすぎてる時って今のことだけじゃなくて過去も未来も今起こってる現実かのように脳が捉えていて、それを頭にしまっておくと嫌なループから抜け出しづらいんですよね。だから考えすぎて頭がパンクしそうになるっていうのを防ぐために、紙に自分の不安を書き出して自分の考えを外に出して整理する。それが頭がもやもやして苦しい状態から抜け出すのに大事だと思います。考えすぎてしまうところはすぐには変わらないかもしれないけど、それでも自分なりに向き合っていくことで、今この時間はしんどいけどずっとは続かないから大丈夫って思える瞬間が増えてきました。同じように考えすぎて苦しくなってしまっている方がいたら、少しでもこのラジオを通じて気持ちが軽くなるきっかけを作れたら嬉しいなと思っています。で、これからもこういう少し楽になれる考え方をここで話していけたらと思っているので、また次のラジオでお会いできたら嬉しいです。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださって
ありがとうございました。それでは、マロでした。